にゃっほーん、シャルです。今日は、ちょっとこのチャンネルと全く関係ないんですけど、トエックの話をしたいと思います。よろしくお願いします。トエック、英語の検定のやつですね。リスニングとリーディングの、普通のやつ。あれを、この前の日曜に受けてきました。午後の第331回のやつでした。で、トエックは、結構前にトエック一時期頑張ってて、で、調べたら、約7年前に受けたのが最後で、その時が760点だったんですね。ちなみにマックスが990点なんですけど、で、その最後に受けた760点の時、その時に、不幸な事故と言いますか、その時はですね、結構気合を入れて、エナジードリンクを飲んで頑張るぞって受けに行ったら、後半、無性におトイレに行きたくなってですね、耐えきれず、リーディングセクションでおトイレに行かせていただきました。その分が影響して800届かなかったっていう悲しい事件がありました。で、そこから7年、もうトエイク自体飽きてたというか、そもそもトエイクを受けるメリットがシャルにないんですね。別に会社でそのお給料が上がるとかっていうのもないですし、別に英語を使う会社でもないので、本当に趣味の範囲になってるんですけど、ちょっと今年、なんとなく暇だから受けてみようかな、みたいな軽いノリで受けることにしたんですね。なので実に7年ぶりの、トエック受けに行きました。ちなみに新宿の NS ビルというところで受けてきました。で、格好はですね、実はこの格好ではなく、すっぴんの方で行ってまいりました。まあ、もしかすると、会社になんかこう、提出する必要があったら困るなと思って、顔写真が必要なんで、顔写真はすっぴんの方なんですね。いろいろとめんどくさいじゃないですか。身分証の方が、すっぴんなんで、まあそこはうまくね、切り替えてやっていこうという形で、すっぴんで受けに行きましたと。で、まずですね、会場がめちゃくちゃ寒かったんですね。夏だったんですけど。冷房がガンガン効いてて。で、今回はその前回の失敗を絶対に繰り返さないぞっていうことで、まあ、飲み物も、まあ、控えめに。で、直前におトイレ何回も行って、もう絶対に出ないぞっていうところまでやったんですけど、会場が寒いっていうだけで、後半やっぱりまたおトイレに行きたくなるんですよ。ただ今回はギリギリ耐えました。おトイレ行きたいなって思いつつ、頑張って耐え抜きました。上着持っていくべきだったですね。はい。で、7年経ってると、あれなんか違うなっていうのがあって、まあもちろん問題がなんか新形式になってるっていうのはもちろんあるんですけど、なんかみんなやたらとこう飲み物を机の上に置いてていつしまうんだろうと思ったら、あれ試験中飲んでもいいみたいになってたんですね。で、シャルも一応飲み物持ってたんで、直前で取り出したんですけど、いやでもこれ罠だなと思って、極力飲まないようにしてました。飲んだらおトイレ行きたくなっちゃうんで。いや、変わったなーっていう感じですね。で、トイックの結
日が出るのが約2週間後なんで、9月の上旬かな ?4 日、5日ぐらいに出ると思うんで、またその時に結果の動画が出せたらいいなって思うんですけど、一応前回760を撮っていて、今回はもう最低でも800は超えたいなっていう思いでは言ってます。ただ、リスニングのパート1、パート2のところから早速怪しいなっていう回答がちらほらあってですね。で、そこから3、4とやってって、で、シャルリーディングのパート5と6結構苦手なんですよ。適当にやって、で、最後のパート7ですね。あそこのシングルパッセージっていうのがあるんですけど、それの一番最後の問題は、なんでか知らないけど、全く読む気がしなくて、あれはフォントの問題なんですかね。なので、シングルパッセージの最後は、ほぼほぼ塗り絵にして適当にやって飛ばしました。飛ばして、その後のダブルパッセージ、トリプルパッセージの方を頑張りました。はい、今回そういう作戦で行きました。なので、今回は何点ぐらいかなっていう予想が全然できないですね。例えば4択あったとして、この答えとこの答えは絶対違うだろうっていうのがあったとして、残り2分の1で答えるっていうのもあったんで、そういう問題が当たってれば点数高いし、それが軒並み外れてたら、がっつり下がると思うんで、全然予想がつかない感じですね。800切ってたら、だいぶうなだれた動画になるかもしれないですね。はい。あとは、当日の体調もですね、実はそんなにパーフェクトではなかったんですね。前回の動画でもあった通り、シャルちょっと体温が高めだったんですよ、その日も。で、加えて、その前日の土曜に、明日はトイックだから早く寝ようって思って、その日、体もろくに動かさずに、家でのんびりと過ごして、で、早めに就寝しようって寝たところ、全く寝つけなくてですね、結局いつも以上に夜中までずーっと起きる形になっちゃって、ちょっと睡眠不足だったかなっていう。で、体調もなんか体温ちょっと高いし、平熱だけど、なんか体調良くないなっていう感じでは受けには行きましたけど、そこはちょっと別に点数に影響はないかなとは思ってます。はい。ちょっとそこは今回言い訳にはちょっとしないかな。で、トエックの速報ですとか、そういう動画がいくつかあったんで、やっぱりシャルも一応気になるんで、チラチラ見てて、嬉しいなって思ったのは、なんか、リーディングで回答が A、B、C、D あるんですけど、C のところは3連続ぐらい、続くところがあって、そこ結構印象的で、で、他の人もそんな感じで書かれてたから、その部分は多分合ってるんじゃないかなっていう気がしました。で、全体的に難しかったかって言われるとちょっとわかんないですね。結構リスニング聞き取れはしたと思います。その前ぐらいまでに、ザ・グッド・ドクターっていう、ネットフリックスにある、アメリカのドラマなんですけど、それシーズン4まで全部見終わったんで、ちょっと耳は慣れたのかなっていう気はしています。ちなみに最近は、メンタリストを見始めました。あれもめちゃくちゃ長いですね。シーズン7ぐらいまであるんですね。長い。それはぼちぼちと見始めております。といったところで、全く MTF とか何にも関係ない
まあ、シャルの常連さんといいますか、いつも見てくれてる方には、とても退屈な話だったかもしれないですけども、まあそんな感じで、シャルは生きてますっていうご報告になります。ちなみに、前回の動画でちょっと言い忘れてたやつなんですけど、何でしたっけ？ブラデリスニューヨークのこの育乳ブラ。これサービスショットなんですけど、これ結構きついんですよね。数時間つけてるともういいやってなっちゃいますね。肉も全くつきませんし、今のところ。まあプラシーボでなんかちょっとでも胸ができればいいなっていうふうに思ってます。そのくらいです。はい、今回はこんな感じで以上となります。じゃあまたねー。